戻りました。お疲れ。どうだった？ダメです。外、人全然いないんですよ。外の風の匂いをまとって、社員が帰ってくる。ねぎらいながら、彼らが机に置いたビラの束に視線を移す。出て行く時と、大して分厚さが変わらない。2時間近く歩いてもらったというのに。最近人減りましたよね。なんでだろうな。まあ、最近ちょっと治安は悪くなった感じはありますよね。半年前に開店したばかりの美容室にとっては、軌道に乗り出した今が一番大事だというのに、道行く人へのビラ配りすら満足にできない。自分の美容室を持つまで結構な苦労があった。ようやく叶えた夢なのに、突如街を行く人が少なくなってしまったことは大きすぎる痛手だ。不可思議な人通り現象の原因が分かったのはその次の日のこと。警察からヤクザの元締めが街に来た影響で警戒態勢を強めるという話を聞いた。仕事柄リモートワークというわけにもいかないが、出勤の際には注意してと社員たちに伝えた。ヤクザね。ほんと迷惑ですよね。ため息混じりに社員がぼやく。締めの作業は俺がやっておくから、みんなは帰りな。社長が？いいですよ。社長も危ないし。いいよ。俺、これでも護身術程度は身につけてるしな。うわ、冗談に聞こえない。夜も早めに社員を返し、明日の準備を行った。普段は数人でやっている作業をたった一人でやるとなると、確かに時間はかかって、帰路に着いたのは遅い時間になってしまった。早く帰ろうと、普段なら通らない暗い裏道を選ぶ。すると、見るからに柄の悪い男が3人、道の奥から歩いてくるのが見えた。なんとなく胸がざわめく。なあ、お兄さん。金のネックレスをした男がニヤニヤと笑みを浮かべながら話しかけてくる。最悪な予感が的中してしまった。男たちは俺を囲むように立ちふさがる。ネックレスの男とピアスの男がぐっと俺に迫ってきた。後ろに金髪の男がガムを噛みながら俺を睨んでいる。実はさ、お金なくて困ってるんだよね。少しくれない？無理です。すいません。男たちを睨みつけ、首を振る。はっきり言われたことに驚いたのか、金髪の男が一瞬目を見開いた。ピアスの男が俺の態度にムカついたのか、声を荒げる。ああ、優しくしてもらってるうちに出しちゃった方がいいんじゃねえの？金置いてけよ。無理です。俺の金はあの美容室でようやく稼げるようになった金だ。俺を支えてくれた恩人、ついてきてくれる社員、いろいろな人の努力の結晶。こんな奴らにやれるものではない。それに、俺は近づいてきたピアスの男を見て気になることがあった。じっと彼らの顔を見てから金髪の男の顔を見る。俺と目が合うと金髪の男は眉を潜め口を開いた。金をよこせ。さもないと。脅しめいた言葉を吐くと周りの二人も
にやっと口角を持ち上げる。俺はわざと胸を張って三人に笑いかけた。お前ら、ずいぶん偉くなったもんだな。あ？何言ってんだお前。さっさと金出せよ。男たちが不機嫌そうな表情になる。俺はそれが少し愉快で、あえて余裕を崩さなかった。昔はあんなにちょろちょろついてきてたのにな。な？俊と圭だろ。そっちのネックレスは、隼人か。急に名前を呼ばれて、三人の態度が明らかに変わった。なんで俺らの名前？三人とも名前を言い当てられてしまえば、当てずっぽうや偶然のわけがない。慌て始めた三人の真ん中で、金髪の男、俊介が、俺をじっと見て目を見開いた。もしかして、達也さん？達也？達也さん？隣にいたピアスの男、K とネックレスの隼人も上ずった声を上げる。青くなり、震え出した。達也って、丸高で頭張ってた源達也さん？丸山のカリスマじゃないですか。俺、中学の時、喧嘩挑んでボコボコにされた。でも、普通のリーマンにしか。普通のリーマンに見えんならありがたいけどな。笑うと、三人は怯えるように顔を見合わせた。K と隼人は、青い顔のまま、勢いよく頭を下げる。すいませんでした。達也さんと分からず、いつものノリで。お前ら、いつもこんなことしてんのか？鋭い声で牽制すると、二人はビクッと肩を震わせた。それは。カツアゲなんて犯罪だ。学生時代のやんちゃとはわけが違う。お前ら、もう20歳超えてるだろ。こんなことやめて、まともに働けよ。困ったように首をすくめた二人の後ろで、俊介だけが俺を睨みつけていた。達也さん、かっこ悪くなりましたね。おい俊介の物言いに、二人が慌てたように声を荒げる。けれど、俊介は止まることがない。俺らが中学の頃、憧れてた達也さんは、もっと尖っててかっこよかったのに。それって俺が高校の頃だろ。何年前の話だよ。全然かっこよくないっす。俊介はそれだけ言い置くと、きびすを返して再び路地に消えてしまった。Kたちは困ったようにおどおどしていたけれど、俺に小さく会釈をして、俊介の後を追いかけていった。暗がりに飲まれていく三人の人影を、俺は見ていることしかできなかった。社長、なんかぼんやりしてません？社員にそんな風に声をかけられてしまった。それから数日経っても、あの日の俊介の言葉が脳裏から離れない。俺は高校から大学に入ってすぐの頃まで少しやんちゃだった。いや、少しというのは嘘だろう。それなりにやんちゃだったと思う。世間や学校、親、いろいろなものに反発して喧嘩に明け暮れていた時期があったのだ。そんな時、俺を慕ってついてきてくれた後輩が多くいた。その中に俊介たちもいた。俺が高校の頃は彼らはまだ中学生だったのだが、それでもかっこいいと俺の持ち物を真似したりしていた。
カランカランと店の扉のベルが鳴る。店員のいらっしゃいませの声に、俺も事務所から店に顔を出した。よう、ケイ。あ、どうも。ケイはあの日、路地でしていた派手なピアスは、今日はしていなかった。あれ、社長の知り合いっすか？うん。ちょっと控室使うよ。はい。社員に断りつつ、K を控室に招き入れる。あれ以来、なんとなく彼らのことが気になって、つい街中を見回ってしまっていた。店の休憩時間になると街を歩き回って、最近治安が悪くなったと聞く街を歩いた。そこで、俺は K を見かけたのだ。慌てて走って行って捕まえると、K は怯えて謝ってきた。別にあの日のことを責め立てたくて追いかけたわけじゃないと伝えると、やっと少し話を聞いてもらえた。しかし、俺が店に呼び出されてしまい、仕方なく今日店に来てもらったのだった。本当に店持ってるんすね。すごい。なんとかやってる感じだけどな。K は感慨深そうに事務所を見回す。お前ら、高校上がってからもずっとあんな感じなのか？特に前置きもせずに確信から尋ねると、K は萎縮したように視線を泳がせた。まあ、そうですね。俊は大学に行くつもりではあったみたいっすけど、受験落ちてからはずっと。最近町に来たヤクザってのとも繋がってんのか？尋ねると、K はぐっと唇を噛んでうつむいた。想像していた通り、俊介たちはヤクザと繋がっているのだろう。もう関わるのやめろ。どんどん戻れなくなるぞ。いいか、俊介たちとも話して。もう無理っすよ。とっくに顔割れてるし、今さら抜けようったってできません。ほんと、やばい奴らなんです。達也さんも、もう、関わんない方がいいです。K はそう言うと、申し訳なさそうに頭を下げ、さっさと出て行ってしまった。事務所の外で、店員が驚いたように K を見送っている。ありがとうございました。来たばっかりなのに、もう帰っちゃいましたよ。ちょっと出てくるわ。え、社長まで？俺は店員に断って、店を飛び出した。K はもうとっくに姿が見えない。後戻りできない、といった彼の声を思い出す。その感覚には、身に覚えがある。もう遅いのだと諦めてしまっていたことが自分にもあった。けれど俺には諦めるべきではないと気づかせてくれた人がいたのだ。俺は意を決して街を走った。あれ、源くん？ K の後ろ姿を探して走り回っているとき、呼び止められた。振り返ると、警察官が手を挙げている。あ、末松さん。よう、汗だくだな。何してるの？こちらに歩み寄ってきたのは、知り合いの末松さんだった。末松さん、この辺りに最近ヤクザがたむろしてきましたよね。俺が詰め寄ると、末松さんは目を丸くした。直後、ぐっと眉を寄せ、厳しい表情を覗かせる。何？首突っ込もうとしてる？ダメだよ、一般人なんだから。後輩が巻き込まれてるかもしれなくて、放っておけないんですよ。ダメダメ、危ないことさせられないんだから。もしかして見回ってたの？それはこっちの仕事だよ。
だったら、俺がアジト探します。ちょっと、話聞いてた？末松さんは小さくため息をついた。そして、そっと顔を寄せる。近く、摘発の予定がある。はっとして、末松さんの少し垂れた目を見る。けれど、末松さんは顔の前で、腕でバツを作って首を振った。絶対参加させないし、これ以上のことは教えません。関係ないんだから。放っておけないんです。俊介ってやつが特に関わってるかもしれなくて、このままにしておくわけにいかないんです。ほんと頑固だな。肩をすくめた末松さんは、俺の肩に手を置いた。わかった。じゃあこうしよう。その俊介くんっていう子の保護を頼んでもいい？俺は、はっとして末松さんを見る。末松さんは、にやっと口角を上げて、ウインクしてみせた。それから3日後、俺は再び K と接触し、頼み込んで俊介たちを呼び出した。来てもらって悪いね。ちょっとカットモデル探しててさ。K、連れてきてくれてありがとうな。助かったよ。はい。俊介は K に無理やり連れてこられたようで、機嫌が悪い。カットモデルって、俺、別に髪切ろうなんて思ってないっすけど。まあいいじゃん。ほら、こっち座って。そう言って3人を席につかせる。今日警察はこの町のヤクザを摘発している。俺の任務はとにかくこいつらを店に留めておくことだった。店員が一人一人好みのカットを聞きながらカットを進めていく。その時、俊介の携帯が鳴った。俊介の表情が携帯に表示された名前を見た瞬間に変わった。やっぱ俺、いいです。え？なんで？いいじゃん。切っていけって。慌てて席を立とうとした俊介をとどめる。呼ばれてて。だから、いいっす。誰に？別にいいだろ。昔のよしみだよ。俊介の表情に、わずかな焦りが滲んだ。よくしてもらってる人なんで、行かないとやばいんすよ。約束間違えたら何されっかわからないし。俊介の声が上ずる。どんな連絡が来ているか知らないが、緊迫しているのは確かだ。行くべきじゃないよ。店のドアの間に立ちふさがると、俊介が目をつり上げた。邪魔しないでくださいよ。一回助けてもらったら、俺らは恩を返さないと。何されるのかわからないんです。無視なんかしたら、殺されかねないんですよ。もう大丈夫なんだよ。何が？怯えて大きくなる俊介の声に対抗して、つい俺の声も大きくなる。いいんだ。もう、ヤクザなんて怯えなくていいから。はあ？何が？俊介が声を荒げる。俺と俊介の言い合いを見て、Kたちも困ったように顔を見合わせていた。俊介の痺れが切れ始めている。このまま黙ってここに留まってもらうのは難しいだろう。そう思い、焦り始めたその時、俺の携帯が鳴った。はい。俺は勢いよく携帯に出て、スピーカーをオンにした。摘発完了したよ。構成員は大体捕らえた。これで一安心だね。
ほっと胸をなで下ろす。何のことかわからない俊介たちに、俺は笑いかけた。お前たちが怖がってた奴らはみんな捕まったんだよ。もう誰もお前らを殺しになんて来ない。俊介は目をこぼれんばかりに見開いて震え始めた。どうして？俺も後戻りできないってやけになってたことがある。でも間違いなんだよ。後戻りはどんな人間だってできないけど、これからのことはこれからの行動次第だろ。なあ、お前ら、うちで働かないか？え？俊介だけではなく、Kや隼人も驚いたように声を漏らす。うち、立ち上げたばっかで人手が足りてないから、いつでも来てくれると嬉しいけど。すると、俺の携帯のスピーカーから末松さんの声が響く。あ、一応取り調べはしたいから、後で出頭してもらえると嬉しいんだけど、どう？俊介は小さくうなだれ、やがてか細い声でうなずいた。で、最近どう？俊介くんたち。頑張ってくれてます。あれから数年、俺は休憩時間に末松さんに会いに来ていた。取り調べの結果、三人はヤクザに組みしていたわけではなく、足に使われていた使いっ走りだったことが分かった。知っていたことも軽犯罪が多いということで、大きな罪には問われなかった。しかし、カツアゲの恐喝罪など、軽微なものが積み重なり、懲役は免れなかった。彼らの反省度合いなどもあって、すぐに出ては来られたのだ。事務の仕事から始めて、最初は苦労してましたけど、最近はうまくやってます。実は、俊介のやつ、夜間の美容学校行き出したんですよ。え、本当？うちでちゃんとした美容師として働きたいって。あいつ真面目なんで。笑うと、末松さんも良かったとつぶやいた。あいつらを救えたのは、末松さんのおかげですね。俺何もしてないよ。だって、あなたが俺を助けてくれなかったら、俺はあいつらを助けようとは思わなかったですし。若い頃、俺はやんちゃをして、盗みなどの犯罪もした。後戻りもできなくなって、どこへも行けなくなっていた俺を叱責してくれたのは、末松さんだった。就活の面接対策を手伝ってくれたのも末松さんだ。照れるな。でも、俊介くんたちには、達也がいてよかったはずだよ。そうだといいんですけど。俊介くんもきっと、いい美容師になるね。俺も髪、切ってもらわなきゃ。あれ？俺の指名は？もちろん、二人に切ってもらうって。してきたことは変えられなくても、きっと俊介のこれからは変わっていく。俺の今が変わったように。末松さんの言う通り、俊介はいい美容師になる。俺は確信していた。